ちは。今回はですね、ソニーさんの方から新しいレンズが3本同時に出るということで、今回は 24mm の F2.8 と 40mm の F2.5 と 50mm の F2.5 の3本が同時にリリースされるということで、ちょっとねこの2週間ぐらいともう先にお借りしていて、で僕今月ちょうど奄美大島行っていたので、奄美大島で少し使わせてもらってきて、でさっきですね午前中だったんですけど、グッドマンロースターの伊藤さんにお願いしてちょっとコーヒーの動画も撮らせていただいて、でちょっとだけ使ってきました。でこの3つのレンズは結構面白くて、この大きさと形と重さがほぼ一緒っていう。で 24mm だけちょっとだけ形が違うんですけど、このフォーカスリングとアパチャーリングの位置と大きさが、ほぼ一緒というか多分一緒なので、例えばジンバルに乗っけて、例えば 50mm でセットして、でバランスもとって、でその後じゃあ 24mm にしたいという時に、普通だったらジンバルバランスもう一回取らないといけないんですけど、多分これはそのままいけます。でこのフィルター系も全部 49mm で統一されているので、ND フィルターとかそういったものも全部使い回しができる感じになっています。僕が普段カメラとかレンズを選ぶときはまず画質を最優先させるので、カメラとかレンズ自体の大きさとか重さっていうのはあんまり気にしてないんですけど、これくらいの価格だと僕は普段この 24mm、70mm の F2.8 っていうレンズ、多分これ1本で僕済ませると思うんですけど、このレンズ持ってる方は分かると思うんですけど、このレンズね重いんですよ。大きさはいいとしても結構重い。多分ね 900g ぐらいあるんですよね。このレンズはね1本 200g 切るぐらいだと思うんですよね。186g で3本とも大体それくらいの重さなので、これ1本で900だけど、これね3つ持ってても 600g いかないですから、そう考えるとねかなり小さい。だから僕実際この3つのレンズを実は沖縄で受け取って、でそこから飛行機で奄美大島行って、で奄美大島いる時もずっとバックパックにこの3つのレンズを追加で入れて、でそこから京都帰ってきたんですけど、全然このレンズ3つ増えても苦じゃなかったですよね。っていうか増えてても分かんないあってもなくても同じくらいコンパクトだって、これレンズ1本分と同じぐらいの容積で、しかもこっちより全然軽いですから、もう全然苦じゃなかったですね、これを持ち運ぶのは。でしかもこういうレンズを持たずにこれだけでいくっていうんだったら、もう本当にねカメラ用のバックパックとか本当もういらないくらい、それくらいちっちゃいです。それで僕が奄美大島に滞在してる時、ちょうど新月の日があって、で天気予報を見たらもう一晩中ずっと快晴の予報が出てる日があったので、これはちょうどいいと思って、この3つのレンズを持って天の川をちょっとね撮影してきました。でさすがに 50mm くらいとかはちょっと赤道儀使いたいなとか思ったんですけど、その時赤道儀持って行ってなかったので、そのまま普通に三脚にセットして、で ISO を高めにして、シャッタースピードなるべく短くして、で星が線にならないように、20秒ぐらいで撮ったんですけど、思ってたより全然普通に撮れました。星はね線にはなっちゃうんですけど、なるべくシャッタースピードを短めにすればいい感じの写真が撮れて、でしかも F2.5、40mm と 50mm に関して F2.5 なので、明るいレンズで 24mm も F2.8 なので、全然星も余裕で撮れると。それでピントも全然合わせやすいし、マニュアルフォーカスで、でこれはですね全然ちょっと話変わるんですけど、でソニーさんの方からも全然何も言われてない、個人的にこの3つのレンズで一番気に入ってるところはどこかっていうと、このアパチャーリングの硬さ、ここがちょうどいい。今までのレンズってここが割と緩くって、少し手が当たるだけで持ったりする時に持っただけでずれちゃうとか結構あったんですけど、今回はそういうことは全然なくって、すごいちょうどいい硬さ、硬すぎず柔らかすぎず
でこのクリックオンとオフのスイッチのところも硬さがすごい今までのレンズより硬くなっていて、今までのレンズってここやっぱり緩いんで、なんかもう気づいたらスイッチ入っちゃってるとかオフになってたりオンになってたりとかっていうのがあったんですけど、このレンズは3本ともですねすごいここの質感がめちゃくちゃいい感じです。これはぜひですね実機を触るチャンスがあればぜひこのねアパチャーリング触ってみてください。かなりいい感じです。それとあとは奄美大島にいる時にですねこのスロー&クイックモードでこの3本のレンズを使ってタイムラプスも少しだけ撮ってきました。だいたい1つのシーンで10分から15分ぐらい撮影してでレンズ交換したり場所移動したりしてっていう風に撮りながらやっていました。でなかなかね結構いい感じのタイムラプスが撮れてるんじゃないかなと思います。ということでこの3つのレンズはね多分例えばこういう G マスターレンズが、ね、画質がいいのは分かるけど、値段も高いし大きくて重いから今までこういうレンズを買うのをちょっと躊躇していた人たちにこのレンズが多分いいんじゃないかなって思いますね。あとは登山とかする人で、極力荷物の重量を減らしたい人、あとは 50mm の F1.2 にいきなり行くんじゃなくてでとりあえずこっちの F2.5 買ってみてでその価格がめちゃくちゃ自分が好きな価格だってなったらもっといいレンズあるのでそっちを選んだりとかいろいろね使い方というか選び方はあると思いますけど結構面白いレンズなんじゃないかなと思います。ということで以上ソニーさんから出た新しいレンズ3本のレビューでございました。バイ。